Guten Tag、アラフィフバツイチシングルマザーのレイジーのりこです。今回はベルリンで子供2人と3人で1ヶ月の生活費用がいくらになるかっていうのを大公開したいと思います。プライベートな内容なんですけど、どなたかの参考になるかなと思っています。では、この数字お伝えする前に言わないといけないんですけど、私はレイジーなのでもちろん家計簿なんかつけてません。でもね、支払いは基本的にデビットカードで銀行で引き落とされるので、明細が上がってくるんですよね。そこから抜き出して大体のものを作ったので、今回のはすごい正確な数字ではないざっくりとしたものっていうことで、ご了承ください。ではまず最初に家賃からいきます。家賃70平米で690ユーロ。これね、多分ベルリンって一応首都なので、私の住んでるところは立地もいいところなんですよね。アパート自体は古いんやけど、そういうのを考えたら690はね、妥当な値段かなっていう感じないんやけれども、ベルリンってね、本当はもっと安く借りれるところで、もうね、安いアパートはいっぱいもともとあるんですよね。ただここ数年ぐっと値段が上がってきてて、それはちょっとごちゃごちゃしてる人たちがいるらしく、アパートの空いてるアパートとかいっぱいあるのにマーケットに市場に出てこないんですよね。で、出てきてもそれを待ってる人がいっぱいいるので、もうすごい数が押し寄せて、もう普通に借りれない状況になっています。で、ドイツ人でも借りるのが難しいので、日本人の私、しかもフリーランスってなるとなかなか借りれない状況でのこの690っていうのは実際は安い金額ではあります。で、次、食費と生活費用が350ユーロです。これね、合わせてしまってるのは、いつも買い物するときにスーパーで一緒たくりに買って、それをデビットで支払ってるので、ここ分けれないんですね。で、分けるとするなら多分300が食費で50が生活用品かなと思います。生活用品っていうのは洗剤とかシャンプーとかそういうものですね。で、食費が300っていうのは私的にはちょっと高いなと思ってるんです。っていうのは、ここはね、野菜、果物、肉とかその基本的な、食べ物を自分で作るのにはすごい安いんですよ。だけど私がこれ高くなってしまってるのは、私がペスカタリンなのがちょっと災いしてて、魚を買いがちなんですね。あと、やっぱ日本人なのでアジアンスーパーに行っちゃうんですよ。そうなるとアジアンスーパーってやっぱね 1.5 掛けぐらいの金額なので、そういうのでちょこちょこと高くなってしまって、この値段なのでね、節約しようと思ったらもうちょっと抑えられるんちゃうかなと思います。で、次、電気代、ガス代。これは、それぞれ70、60ユーロってなってます。でね、こっちはドイツはね、年間でっていう計算なんですよ。月々支払ってるんやけど、年度終わったところでどれぐらい使ったかっていうのを計算して、で1年トータルで年末調整するんですね。で、その年末調整した時に余った分は返ってくるし、足りなかったら追加で払う。でもね、要注意なのは、その追加で払う時はちょっと高めになっちゃうんですよ。なのでおすすめ、みんな知ってることなんですけど、ちょっと月々を多めに支払って、で、返ってくるぐらいの払い方をしてるっていうことです。で、私まだこのアパートに引っ越してきて1年経ってないので、この金額が正しいのかどうかちょっとはっきりわからないんですね。でも一応、ここを契約してもらった人と相談して、この金額だったら妥当でしょっていうところで設定してます。で、次が携帯3台分で、65ユーロです。65っていうのはそんなに日本から比べると高くないと思うんですけど、でも本当はもうちょっと抑えられるんですね。でも私の場合これ2年契約で、去年1年分は半額だったんですよ。で、今回が65ユーロなんで、
2年分を半分で割ったら多分45ユーロぐらいかなと思います。でその契約が2月に終わるので、その時期に合わせてちょっと携帯会社変えようかなと思っています。次インターネットが40ユーロ、これはまあ普通かな。で保険はね、私今プライベートの旅行保険に入っています。これが305ユーロ、本当はね公的保険に入りたくて今申し込みしてるんですけど、なんかね、まあこれドイツあるあるなんですけど、こういうお役所系の仕事ってすごい時間がかかるんですね。でまあ早いとなんか3ヶ月で取れるっていう噂もあるんだけど、だいたい1年とか見といてくださいって言われる話が今コロナでさらに伸びて2年かかるかもしれませんって言われてます。なので今申し込んでるけど受理されるのは2年後かなっていう、だからその間はこのプライベート保険にお世話になると思います。で次は交通費はね、子どもたちは去年ぐらいからかな、全部無料になったんですね。なのでベルリンの中心部 AB 区間っていうんですけど、その区間内は子どもたちは無料です。自転車も無料で乗せられます。で私はお金かかるんですけど、年間の、年間定期券みたいなのを買ってるんですよね。それを月割りするとだいたい60ユーロぐらい支払っています。で交際費、これは子供も含めて100ユーロぐらいかなと見積もっています。はっきりとした金額はちょっとわからないんですけど、だいたい外食はあんまりしない、しても1ヶ月に1回ぐらいかな、1回か2回で、外食といってもランチを友達と食べるぐらいだし、でコーヒー飲みに行くことが多いかな、交際費の中で。でもコーヒーってだいたい3ユーロぐらいで飲めるので、このぐらいで多分賄えるかなと思っています。で子供のお小遣いが1週間10ユーロ上げてるので、それをトータルして80ユーロ、これがね、5週間だと100ユーロって感じですね。で雑費が洋服、靴とか、あと学用品だったら例えば、ノートとか本とかそういうものですね。トータルで120ぐらいかなと思います。で予想外出費、これを60ユーロっていう見積もってるのは、年間トータルでちょっと予期しない出費っていうのがちょこちょこ出てくるんですよね。例えば保険ね、一応これプライベートなので急にね、ここは、実費でお願いしますっていう時があるんですよ。そういうののエクストラのお金を払ったりだとか、あとは子供の誕生日会とか、クリスマスとかになるとちょっと出費が普段よりも増えるので、そこに充てるお金を割り振るとだいたい月60ユーロぐらいかなと思います。でトータルで2000ユーロになります。どうでしょう。これね、日本円にしちゃうと、レートが今あんまり良くないのもあるから多分26万円ぐらいになると思うんですよね。で26万円って聞くとちょっと3人で高い感じが私はするんやけど、でもドイツの中で為替とかを関係なくしてドイツの人の収入に合わせて考えたら多分日本円でいくところの20万ぐらいやと思います。なのでそんな高い金額ではないかなと思います。あと私はこれと別に税金とかちょっとその税金の計算に税理士さんとかもお願いしているので別途出費がかかったりするところもあるんやけど、一般的にはそれはね別の予算なので、生活費っていう意味ではこんな感じです。いかがでしょうか。皆さんが想像されてるこの生活費と合わせるとどういう違いがあるのかちょっとわからないんですけど、今回はこれで以上です。また次の動画でお会いしましょう。では、チャオ。